テンレス製の。今から装着するんですか、本当に。 PLA ですね、この黄色のところ。あと他にも蓄光型の夜光るやつとかも。アッパーロアだけだったらそこまで高くなんないですもんね。アッパーローだったら全然、ただタップ立てる手間考えるとちょっと値段がまあ設定しづらいかな。めちゃくちゃ手間です。アッパーロアだけでも5000円ぐらいいっちゃうかもね。いいんじゃないですか。まあアッパーだけで5000円とかね。ほんとタップ立てを気にしないでできたそのままで出すんだったら原価プラスアルファでいけるかもしれないですけど、ちょっとそのタップとか立ててまでってことを考えると俺受けたくないです。なるほど。それぐらい面倒くさいですタップパキパキ折れると思いますまあそれなりのタップを買わないとっていうねさあ着々とバラし作業が進むとちょっと他データ上よりちょっとでかくなっていく可能性があるので、はまるかはまらないかっていうのはちょっとわからない。タップの方がちょっと浅めになってるのでネジがそもそもはまらない可能性も。ステンレス製の重さを測ってみましょうね。 7.1 か。何倍になるのか見ものっすね。6倍いくんじゃないまあ6.5 倍ぐらいですね。笑うしかねえこれはな。ちょっとこれえぐい。このワイパーマウント相当えぐいと思いますよ。 8.4 強度をさらに増やしてるんで。すげえな掛け算が。ただの重りですうわでもロア2本で 8.2 ですね。3D プリンター製なんだよね。なぜこれが今回の泣きどころというか。アッパ 60C やっぱ8倍ぐらいになってる。強度は8倍で済んでないんで。まあ強度多分100倍ぐらいあるんじゃないですか絶対折れねえですもんね。4.9 まああれか8倍ぐらいか。いやーすげえな。さあ全部で 28.5 さあ210g っすね。デポバッティの一番ちっこいやつと交換してトントンぐらいですか。28.5 なんでまあやっぱ7倍ぐらいの差があるんだな。いやこれはどういう走りになるか、そもそもはまんのかっていうね。いや一応クリアランスは確認したつもりなんですけど、若干渋いところとかグリス塗らないと動きがおかしくなりそうなところとか。なるほど。これは販売しましょうよ。いくらになるんですかね値段設定はもうお任せしますけれども。やっぱロアだけ色がまあこうなりますよねモノトーンでもいい感じじゃないですか。動く。ちょっと渋いところありますけど、まあこんなもんなら多分この段階で重いです。重っはめたら多分取れなくなりますよ。止めたら取れない。キッチキチにしてるんで。直接はまずいんだ。あんま傷つけたくないんですけど割れたそりゃそうだよ。まあこういう使い方するもんじゃないんで。づらいなまさに力技です。山が潰れます。壊れないんだったらもう消耗品としてネジ使っちゃうのがいいんじゃないですか。かかってないっていうのはさすがに嫌なんで。これタミヤ付属のネジ？いやホームセンターで売ってるただの M さんの。ああそうだね。M さんじゃないとネジ山があれだもんね。そうなんですよね。基本的にタミヤって M4 とかなくて M3 ばっかなんで弱いんですよね。すげえ。でもちゃんとタップ切ってあるからスルスル入るんだよ。めちゃくちゃ苦労した。1本30分かかったっていうこのサスピンはタミヤの純正？なんかM06 のやつに使ったのとそのまんまなんですよ。この長さが長い部分が、グリスならないと金属ね。粉塵が出ちゃうとそれはそれでやられちゃうんで、まあ気持ち程度にここまで来ちゃえば。 E リングなんかそんな工具あるんだ。タミヤから出てるやつで、今まで何度 E リングすっ飛ばしたことか。これちゃんとはまるんですか？もう作ってやるだけ。わマジかよ。ワイパーが装着されようとしていますが、
もできそう。かっこよ。今の段階で重いんです相当かっこいい。できましたね。けど、もうほぼ完成です。200g の差がどう出るかっていう。数字聞くだけでえぐいっすよ。お、ついに。全然弱い。いやでもいいじゃないですか。結構ちょうど浮いてますよ。かなり沈むようになったような気するんうん、ですよ。だいぶ沈むけど、まだ全然高いぐらいですよ。バッテリー乗っけてどうか。2万ぐらいでも買う人は買うかもしれないですよ。本当に。どれぐらいメリットがあいやるかこれかっなって感じは。こいいよ。なんかガンメタなのが。いやもうなんかもうガンダムっぽい。うん。男心をくすぐるわ。すげえ遠いになった気が気のせいかな。でも YD とそんな変わんないですね。まあ RR にしてはすっげえ前に重心がいきましたね。RR の良さを帳消しにしているという。100g ぐらいしか変わんないですね、意外に。でもなかなか前後バランスはえぐいことになってるけどね。意外とそんなにめちゃくちゃに変わるわけではないねです。、このステンレスを表面研磨職人のミー先輩がですね磨いてくれるということで、これプレミアつくんじゃない？本当ですか。全然まだ正解が見えてないです結構落ちるじゃん。表面仕上げお願いしますね。けど。表面。そりゃ大変だわ。はぐれメタルアーム。男のロマンですわ。かっこいいですよね。ねえ。これは結構時間がかかりますね。どのぐらいのかかこれやるのにですか？る？ 10分1本あたり10分。以上。マジか。ボコボコが粗いっていうのもあるんですけど、それかもっと強いやつ、粗いやつでやるしかないんじゃない？長いやつでいいかもしれない。紙じゃなきゃいいんじゃないですか？これ紙だけど火出ちゃう？これ紙だから全然いかないけど。いやこれかっこいい。めちゃめちゃかっこいい。こっちの薄いやつでいきましょうか。バフをかけちゃったっていう。まあこれだったらタミヤ純正のあれも使えるってことですもんね。このままいけます。E リングとね、サスピンも。リーズだったらみんな使えるっていう感じの。ここに穴が開いてるから、ここから六角でこう押さえれる。そうこともできる。六角ネジでやるここに幅でぴったりはまるようになってるんで。ステンレスブームが来るな。アルミよりは強度めちゃくちゃに上がるんで、あとは重量がどんなもんか。メタルスライム感が半端じゃねもうウェイトとして使ってしまうんだったら、あえてこっちの方がいいかもしれないけど。え。メタルスライム好きにはたまらんというか、メタルスライム仕様。もうフロントにモーターがあるかのようなモーターです。もうここでここは別に樹脂でいいんだけどね。モーター1個、モーター1個分ぐらい。バージョン1ね。これモーターの重さですよ。前回これとこれで 200g あったからね、ここは置いといて、まあアームはこれありかなっていうね。でもだいぶ重いとは思うんです精度が出ますよね、ここのね。パチッとするっていうか。これもこういう 3D プリンターのこれですか？金属製の 3D プリント。金属を出すみたいな。すげえ時代ですね。けど、だからさこれリアのロアームとか出せば絶対トラクションかかるじゃん。ガンダム感半端じゃねえ。これはもう発売でしナックルのワイパーも全部これしたらもう全部出すみたいな。ょ。メタルスライム仕様で売れるかもしれないですね。レンズやったら今度レンズの場所、ベアリングとか入るとこみんな研磨してないといけない。作んなきゃいけない。いや光沢好きにはたまらない。
いやちょっとフロントこれかなり雰囲気違うんじゃないですかね。だいぶ違う。俺のフロント壁壁だからもう重量マシマシなんで。アンダーが出ない。これ06ですよね。メタルスライム仕様。あんなね、アンダーが出る。フロント言い過ぎ。なんか意外と普通ですよ。なんかシルビアっぽい感じが出てるね。思うのが乗ってるのは、M06 特有のリアヘビーな感じもない。なんかちょうどいいっすよ。ちょうどいい。じゃあダンパーステイ以外はあれだよね。足ステンレスにしてしまっていいよね。でもなんか別にすごい引っ張られるみたいなのはないし。いやちょっと戦闘力アップしてるね。どういうメリットとデメリットなのかな、こういうのって。みたいなまあ重いからまあ多少トラクションは落ちてるんだろうけど。やっぱりこういう角度つけてフロントこっちに逃がしたいときは多分引いちゃって。やっぱりなるほどね。やりすぎた。いやいいね。結構とか出てもあれでぶつかり強いですよ。ああ確かにね。飛ばされないから。はい。ちょっとぐらい当てられても見られないかもしれない。いやあるかでもなんか言われなきゃわかんないです、違和感。ああ普通に走っちゃう。普通に外しちゃう。